皆さんこんにちは。オーディオ製品が売れなくなったのはなぜでしょう。大きな要因にインターネットや音楽配信の普及がありますが、単品のオーディオ機器を使って好きな音楽をじっくりいい音で楽しみたいという需要がなくなったわけではありません。今回はこれについての個人的な意見と、オーディオ製品がかつてのように売れるようになるためのいくつかのアイデアをご紹介します。どうぞ最後までご覧になってください。CD が登場して音楽がデジタルになった現代では、小型の安い製品でも十分な音質で音楽を楽しめます。アンプやプレイヤーの音の違いはもはやないのが現実です。ところが単品コンポのセールストークを見ると、相変わらず音質を期待させるようなことが書いてあります。今は昔のようにオーディオにお金をかけません。高価な製品を買ってみて音に大した違いがない、つまり期待を裏切る結果になった場合は二度と買ってもらえないでしょう。こういうことを続けていると、オーディオ機器に関心を持つ人がどんどん減っていって市場がなくなってしまうかもしれません。メーカーのラインナップを見ると昔と同じ売り方をしています。どんな音を聞かせるものなのかよくわからないものがほとんどです。消費者はそれを買って自分が幸せになる姿をイメージできないものにはお金を出しません。今の携帯機器は十分高音質で、出てくる音は単品コンポと区別できません。音質で差別化できなくなった今は別のことで差別化する必要があります。今までオーディオ機器は忠実再生を目指してきました。忠実再生というのは、レコードや CD に記録された音楽をそのまま再現することです。アンプについては70年代の後半にすでに十分な性能に達していました。長い間レコードプレイヤーがボトルネックでしたが、82年に CD が登場して解決しました。それ以降新しいフォーマットが提案されていますが、人間には感知できない世界です。これ以上忠実再生を追求するのは無意味です。新しい価値も市場も生み出しません。現在大して違わないものにお金を出すのは、微妙な音の違いを問題にする変わったおじさんだけになっています。興味が失われたオーディオ製品に目を向けてもらうためには、新しい音の体験が必要です。それは変わったおじさんだけがわかる違いではなくて、誰にでもわかるものでないといけません。レコードエミュレーターや真空管エミュレーターは新しい音の体験ができる手段です。このようなエミュレーターは昔からありますが、中途半端なものでした。今はデジタル技術を使って過去に存在した機器の音を忠実に再現することができます。これはそれを実際にやったソフトの例です。真空管は特性が悪い上にばらつきが大きいデバイスですが、今は DSP を使ってセルフキャリブレーションができます。これをやれば歪みをそのまま活かして左右の特性を完全に揃えた真空管アンプを作ることができるでしょう。こういうことができるのも忠実再生の技術が十分になったからです。趣味のアイテムは見た目が重要です。商品の顔は出てくる音をイメージできるものでなければなりません。例えばポップスをターゲットにするなら、明るく輝いたデザインにします。クラシックをターゲットにするなら、木目を取り入れて落ち着いたデザインにします。すると実際の音に違いがなくても、人間は外観のイメージを音に結びつけて、
ポップス向けの音、クラシック向けの音が出ているように感じます。このような心理効果は昔から知られている確かなものです。この心理効果を積極的に活用すれば、もともと音に違いがなかった商品に音の個性を持たせることができます。オーディオ機器の音は見た目で決まります。見た目の心理効果が無視できない以上、ジャンルのターゲットを決めて出てくる音を明確にイメージできるデザインにする必要があります。ターゲットが不明確でどんな音が出てくるのかよくわからない商品は結局売れないでしょう。趣味のアイテムは触った感じや操作のプロセスも大切です。見た目がいくら良くてもこれらが安っぽいと物の魅力が半減します。アンプのような機器の場合はスイッチやボリュームの感触の他にもプロテクションリレーの動作音が価値になります。レコードはジャケットから取り出してから針を落とすまでのプロセスに意味がありました。生の波形が記録されたメディアに手を触れることや大きく印刷されたジャケットが目に入ることも音楽を楽しむためのプロセスの一部でした。これに関して最も優れたアイテムの一つにジッポーのライターがあります。この小道具は小気味良い音と操作感で感性を刺激するだけでなく、それを使う姿をかっこよく演出できます。見た目と感触が両立した趣味のアイテムは、そのターゲットに当てはまる人にとって最高に魅力的な商品に違いありません。今回2つの提案をしましたがどうでしょう。新しい音の体験は新たな市場を生み出す可能性を秘めています。2番はタップ一つで音が聞ける道具では得られない体験ができる点で差別化ができます。使うこと自体が楽しいし、自分の好きな音楽を最高の気分で楽しむことができるでしょう。とはいえ、新しい商品の販売予測は不可能です。誰も見たことがないものの売れ行きは実際に作って市場に出してみないとわかりません。市場に陰りが見えたときは新しい商品を送り出して市場を開拓していく必要があります。売れないのを周りのせいにして嘆くだけのメーカーは消える運命です。ご視聴ありがとうございました。